トイボールファクトリーです。今回はプラマックス72分の 1VF1J バトロイドバルキリー一条光る機をテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。今回のテカテカはテレビ版超時空要塞マクロスに登場するバトロイドバルキリーを作っていきます。バルキリーは戦闘機からバトロイドに3段変形するのが売りですが、このキットはバトロイド形態に絞ってスタイリングにこだわったものになっています。マックスファクトリー製のキットを初めて作るので、どんな組み味なのか楽しみです。それでは作っていきますよ。まずはランナーを見ていきましょうかね。このパーツは主翼部分、まさかのワンパーツ。主翼がきれいに折りたたまれている状態を再現するためでしょうか。続いてはハンドパーツ。表と裏を合わせるモナカ構造になっていますね。丸っこくて可愛いですね。現代の角張ったハンドパーツもいいんですが、こういう丸指パーツも逆に未来的にも見えてきます。こちらは二の腕のパーツ。合わせ目がパーツの端の方に来るように設計されています。合わせ目消しはやりやすいんでしょうか。面白いですね。こちらはすねのパーツ。丸1モールドと丸いモーター部分に穴が開いています。塗り分けがしやすいので助かりますね。こちらはパイロットフィギュア。72分の1なのでガンプラのフィギュアに比べると大きいですね。今回も老眼が辛いので塗装は諦めます。そして足首のパーツ。つま先とかかとの可動がオミットされて一体になっています。ポーズをつけるときにちょっと寂しい気もしますが、ここが稼働すると不安定になることもあるので安定感を優先したんでしょうか。ランナーだけを見てもガンプラとの違いにいろいろ気づく点がありますね。ということで各部位を組み立てました。並べて組み立てていきましょう。パーツ点数も武器も少ないのでサクッと組み上がりました。これくらいのパーツ数だと助かりますね。素手のパーツが取れちゃいましたね。このキットは接着剤が必要ですが、とりあえず仮組みくらいなら接着剤がなくても形になります。パーツの合いが緩かったり逆にきつかったりバラバラなところがありますが、接着や簡単な調整で済む範囲なので問題ないと思います。頭部を取り付けて、これでバルキリーのバトロイドの仮組み完成です。ズームアウト。驚きの白さ。ガンプラのカラフルさに慣れているとびっくりしますね。とはいえバルキリーのカラーリングはデカールで保管できるレベルなのでこれで十分。可動は肩の引き出し気泡などはないものの十分すぎるほど動きます。ただ各パーツを接着していないので動かすとバラバラになっていきます。後でちゃんと接着します。それよりもスタイリングがとてもいいです。テレビ版のデザインに忠実で小柄なマッチョ体型というんでしょうか。それがよく再現されています。気になるところは二の腕、下腕と手首の合わせ目消しと胸パーツの環合の渋さでしょうか。ダボピンを削ったりした方が良さそうです。あとは太ももの合わせ目消しかな。そんな大変なポイントはないようで、思っていたより作りやすそうです。仮組みだとパーツがポロポロ取れちゃうので、指示通りの接着が必須ですね。肘も取れちゃった。早く接着したいな。それではバラして表面処理を行っていきます。すいません。お触りはお控えください。さあ、塗装前の処理を行っていきますよ。こちらは二の腕のパーツ。ちょっと隙間が空いちゃうみたい。ポリキャップの端っこを少しだけスライスして干渉を抑えます。ぴったり合わさるようになりました。ここに速乾の流し込み接着剤を使って接着していきます。ぐっと力をかけて圧着。少し待ってあげればくっついてくれるはず。くっついたかな。指に接着剤がついちゃった。流し込み接着剤がモールドに沿って流れて押さえていた指についてしまったようです。これはへこむ。長谷川のモデリングスクライバーで筋彫りを彫り直しますよ。
接着剤で溶けた部分をアートナイフで削り取り、マジックヤスリを600番からかけていきます。筋彫りの彫り直しはヤスリをかける前にやっておかないとヤスリがけで消えちゃったりするので、作業の順番は大事ですね。こちらは胸部分。インテークのパーツが機種にはまって抜けなくなってしまうので、あとはめ加工をやっていきます。機種側の引っかかる部分を大胆にカット。インテークで見えなくなるのでザクザク切っちゃいます。これで別々に塗装できるようになりました。合わせ目を接着して合わせ目を消しておきます。加工跡がガッタガタやな。見えないから気にしない。さあ、楽しい塗装の時間です。まずはニュートラルグレー1。直接塗装しちゃう。相変わらずのサフレッシュ塗装です。下地としての塗装は希釈を塗料1、溶剤2で普段より濃いめにしています。そして EX クリアでコーティング。続いてはニュートラルグレー2。バルキリーはほぼ白一色のシンプルなカラーリングなので、明るさの違うグレーを使って情報量を増やします。お台場の実物大ユニコーンガンダムでも使われている手法ですね。名前がついてたと思ったんだけど、何だったっけな。こちらも EX クリアでコーティングしておきます。お次はエバレット。なぜエバレット？近くにあったから。いい加減だ。一箇所を塗装するだけだったのでいいかなということにしました。デカールの赤はちょっと朱色が入ってる感じだったので、ハーマンレッドとかの方が合うかもしれません。続いては EX ブラック。テカテカ塗装ではおなじみですね。メカ系のパーツの下地にします。相変わらずいいテカテカたまらん。続いてはスターブライトアイアン。暗めの金属色で原作再現を目指します。メタリック塗料はギリギリ低い空気圧で塗装してますよ。パッチリお目目をクリアグリーンで塗装。ムラなく塗れました。お次はクリアイエロー。警告灯のクリアパーツを塗装していきます。こちらもよくできました。続いてクリアレッド。こちらも難なく塗装完了。さらにクリアブルーを塗装。ムラになってしまいました。こういう時はキムワイプで拭っちゃいます。これをやってもいい条件が揃うのは少ないので、良い子は真似しないでね。気を取り直してもう一度落ち着いて塗装していきます。これで綺麗に塗装できました。それではデカールを貼っていきます。今回は赤いマーキングを塗装ではなくデカールで貼って表現してみましょう。マスキングはめんどくさいですしね。水を含ませたスポンジの上にデカールを置いて貼っていきます。パーツにデカールのりを塗ってデカールを配置。今回はキット付属のデカールを使いますよ。72分の1のキットなのでデカールの段差はあまり気にならないかな。筋彫りの上にデカールを貼ったのでマークソフターを使ってデカールを柔らかくして筋彫りにフィットさせていきます。配給パーツのデカールスキージを使います。先端のスポンジにたっぷり水を含ませました。そうしないとデカールがくっついてしまうので注意が必要ですよ。コロコロ転がしたり先端で軽く押したりしてフィットさせて完成。反対側も同様に貼り付けていい感じ。劇中の雰囲気が出てきました。光沢を整えるためにクリアコートしておきます。いい感じ。ニュートラルグレー2のパーツもクリアコートしていきます。あれなんかデコボコになってない？色ムラもあるような気がする。とりあえずクリアコートしてみたけど、パーツを仮組みしてみたんですが、色の差が強すぎないですか？なんか表担当違う。主人公機というより量産型感が強調されている気がします。そして謎の色ムラ。なんだこの色ムラ。
実はマークソフターを使った時にも色ムラができたりしてて、なんだか塗料の様子がおかしいみたいです。古い塗料を使ってしまったのか、攪拌不足だったのか、初めての経験でちょっとびっくりしています。このまま完成させようかとも思ったんですが、この状態のバルキリーが棚にあったらきっと見るたびに落ち込んでしまうなと思ったので、再塗装することに決めました。見てよこの色ムラ。デコボコはコンパウンドで鳴らせたんですが、色ムラはどうしようもないですね。デカールをマスキングしていきます。マスキングテープの粘着力をおじさんの油で低下させて貼り付けます。粘着力が強すぎるとテープを剥がすときにデカールごと剥がしちゃいますからね。おじさんの油はこういう時にだけ役に立ちます。デザインナイフで筋彫りに沿ってマスキングテープをカット。反対側も同様に。これでいいかな。それでは再塗装をやっていきましょうか。ニュートラルグレー1を塗装していきます。隠蔽力が高いニュートラルグレー1なので、色の差を吸収してくれると思います。色ムラが目立たなくなってるかな。マスキングテープを剥がして。おじさんの油をもってしてもデカールが剥がれちゃいました。役に立たないな。塗装は問題ないかな。剥がれてしまったデカール部分をエバレットでレタッチ。これくらいの正面積なら筆塗りでも、僕の視力なら気にならない。呼吸を絞って筆塗り。うまくいったかな。再塗装したパーツをコンパウンドで磨きをかけていきます。72分の1のキットでデカールの余白も少ないので、クリアコートしただけで十分かなと思います。めっちゃテカテカやん。これで十分ですね。小さいデカールはクリアコートもしませんでした。それでは部分塗装で仕上げていきますよ。新たな塗料が出てきました。アクリルガッシュの暗黒ブラック。不穏な名前の塗料ですね。絵画用の塗料ですが、光を吸収して真っ黒に見える塗料ということで、奥まった箇所に塗装するのにいいのではと選んでみました。筆塗りで塗装して、いい感じに黒い粉っぽくも見えますが、外装を取り付けるとめっちゃ真っ黒やん。いいなこれ。穴が開いてるようにも見えますね。どんどん塗っていきましょう。ということで、ちまちま筆塗りタイムに突入したので、いつものように前回のライジングフリーダムガンダムのテカテカ動画に寄せられたコメントに返信していきましょうかね。たくさんのコメントありがとうございました。それではコメント返し。待ってました。ここでしか得られないテカテカの栄養というコメントありがとうございます。なんだよそれ。もっとたくさん作りたい気持ちはあるんですが、おじさんの体力なのでこれで精一杯。無理して作って辛くなっても仕方がないので、コツコツ楽しみながら作っていきますよ。続きまして、プライマリーカラー綺麗ですね。白系のパーツをシルバーで塗ってあるのも昔の完成品玩具のような懐かしさがあってよきというコメントありがとうございます。白系をシルバーで塗るのいいですよね。実は普通に白を塗るよりシルバーの方がちょっと簡単なんですよ。白は下地の影響がめちゃくちゃ出やすいんですが、シルバーは隠蔽力がめっちゃ高いので適当に塗ってもそれなりになります。白の気品のあるテカテカもいいんですが、ギラギラのシルバーもやってみると楽しいですよ。続きまして、まさにこれから塗装しようとしていたキットだったので超参考にさせていただきます。ただやっぱりマスキングが大変そうですねというコメントありがとうございます。マスキングはね大変でした。これ後で気づいたんですが、どうせオリジナルカラーで塗装しているんだから、翼の外側のパーツをブルー、内側のパーツをシルバーの2色にしても良かったのかも。めんどくさいな、失敗しそうだなという箇所は別の方法で避けるのも一つの手です。逃げてるみたいで嫌と思うかもしれませんが、それは工夫をするということでオリジナルな発想の始まりです。そう考えた方が気が楽になります。好き勝手作っちゃいましょう。
続きまして、テカテカ好きだけど塗装環境もお金もないので諦めてたけど、この間スプレー缶で金一色に塗りたくったらめちゃくちゃお気に入りになりました。やっぱり塗装っていいものですね、というコメントありがとうございます。おじさん泣いちゃうよ。塗装楽しいですよね。自分ができそうなことを見つけて実践するってとてもすごいことです。やってみると実はすごく簡単だったり、難しくて失敗してしまっても楽しかったり、たくさんの気づきを得ることができます。勇気を出して作ってみたらお気に入りの一機も手に入っちゃうなんて最高ですよね。プラモを作ったことない人は頭だけでも作ってみるとか、塗装したことない人はちょっとだけ筆塗りで部分塗装してみるとか、一歩踏み出すだけでまた新しい世界が待ってるんですよね。楽しいですよね。そういえば、ライジングフリーダムの動画がネトラボでニュースに取り上げていただいたんでした。コメント見て思い出しました。ありがたいですね。そしておかげさまでチャンネル登録者がそろそろ10万人を超えそうです。次の動画をアップする頃には到達できているでしょうか。この2年くらいお仕事が忙しくて更新頻度が落ちていますが、それでも登録者が増え続けていてありがたい限りです。いろいろと感謝を述べたい衝動に駆られますが、それは10万人を超えてから。ということで、今回のコメント返しはこれくらいでしょうか。また楽しいコメントをお待ちしております。ありがとうございました。そろそろ完成の時が近づいてきました。バルカンポッドのベルトディティールアップ。配給パーツの G レップを貼り付けてアクセントに。クリアパーツも水性接着剤のデコプリンセスで貼り付け。ちょっとはみ出しても拭き取るだけで現状回復。簡単ですね。バイザーも入れて、これで全てのパーツが仕上がりました。並べて組み立てていきましょう。真っ白だったパーツが仕上がり、プラスチック前としていた質感が全く別のものになって実在感が増し、それを組み上げていくこの瞬間がやっぱり最高です。途中で心くじけそうになりましたが、最後まで諦めなくて本当によかった。頭を取り付けて、これで完成。ズームアウト。めちゃくちゃかっこいいやんけ。劇場版のモデル体験のバルキリーとは違う小柄でマッチョな雰囲気がたまりません。このスダチポーズが最高に決まっている。背中のディティール感もちょうどいい。子供の頃に買ってもらった今では伝説となっている高徳のバルキリーを思い出しています。いやマジでかっこいいな。また一つお気に入りが増えました。ということでプラマックス72分の 1VF1J バトロイドバルキリー一条光る木をテッカテカに塗装しました。初めてのマックスファクトリー製のキットの製作でしたが、デザインの良さ、組みやすさ、価格の低さもあってとても良い組み味でした。まさかの再塗装で余計な手間がかかりましたが、キット自体は合わせ目消しができる人なら難なく組める難易度で、今に続くマクロスの原点に初めて触れるのにもいいキットだと思います。ということでプラマックス72分の 1VF1J バトロイドバルキリー一条光る木のテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。テレビ版マクロス、とりあえずパインサラダの回をおすすめしておきます。